お疲れ様です。タカさんです。タカさん、はい、ありがとうございます。持ち込み企画ということで、はい、メカニックそれぞれが企画を持ち込むということで、はい、どんな動画ですか？最近見舞われた自分のバイク乗ってて、はい、こんなトラブルがあったよっていうような話をちょっとしようかなと、はい、きっかけはどうしてもオールドマックスとかのバイクっていうのはどうしても古いバイクが多いので、はい、全くトラブルがないなっていうことはほとんどないんですけど、そういうこともなきにしもあらずなので、整備してる人間でも、はい、トラブルに見舞われることはあるんですよっていうような話を聞いてもらって、はい、トラブルになれるじゃないですけど、そういうこともあるんだっていうことを参考にしてもらえたらなっていうことで、わかりました。考えてきました。了解です。じゃあやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあタカさんからとりあえず2つトラブルについてのお話ということで、はい、で1つ目お願いします。1つ目でいきなりちょっとトラブルの話しても、はい、時間がすぐ終わっちゃいそうなのでそうですね。まずごく最近トラブルに見舞われた日のスタートからお話をさせていただきます。はい、この仕事を始めてもうすぐ1年になるんですけど、はい、やっぱ平日に休みになるっていうことで、はい、基本的に1人でバイク乗って出かけることがあるんですけど、はい、最近はちょっとドーナツ屋さんに行ってドーナツ食べて、はい、で工具屋さんに行って、はい、なんか工具がいいのあるなと思ったらそこで買ったり、あとは見てそのまま帰ってくるっていう、はい、プチツーリングじゃないですけど、そういうことをしてます。いいです。それご近所周りが？もう近所周りですね。で先週の定休日も同じように、ドーナツ2個食べて、はい、で工具屋さんに寄りで、そこでちょっとワイヤー、酔ったワイヤーをほつれないように切れるニッパーじゃないですけど、そういうのがあったので、はい、それを買って、はい、それをうちで試そうかなって楽しみにしながら帰ってたんですけど、はい、自分の乗ってるバイクも古いハーレーなんですけど、はい、乗ってたら急にエンジンが止まってしまって、走ってる最中に減速してっちゃうような感じですか？はい、で、トラブル2つって言ったんですけど、はい、よく見舞われるトラブル1つ目は、はい、走っててもうまくブスン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 言い出して、はい、バススンっていう感じで止まってしまうことがあるんですけど、それは結構自分のバイクは多々あって、はい、だいたいそうするとちょっとガソリン濃いめの設定なので、はい、もうプラグがすすけててっていうのがほとんどで、はい、でそうした場合はもうその場でプラグ交換して、はい、掃除するなり交換して、はい、乗ればそれで対処できたんですけど、はいはい、今回2つ目のそのトラブルは、はい、もうちょっとそんな感じではなくて、はい、もう完全に急にスーッとかからなくなっちゃって、はい、なんでいつものなんていうのかな、プラグじゃないなっていうのは分かったんですけど、はい、そうですね、なんかその消えた感じが、はい、電気系統がなんか怪しいのかなっていうような、急にスッと消えたので、はい、自分のバイクはそのレギュレーターとバッテリーの間に、はい、オールドマックスのバイクはだいたいサーキットブレーカーがついてるんですけど、はい、私のやつはヒューズがついていて、はい、でそのヒューズを見たら、切れてたんですね。はい、その時は何かの拍子に強い電圧か電流が流れて切れたのかなと思って、はい、で一応予備のヒューズを2個持ってたので、1個つけて試したらやっぱエンジンかかるんですね。でよかったと思って、はい、でまたちょっと走り出そうとしたらもうすぐまたプツンって切れちゃって、原因がありますね。あれと思って、はい、あと残り1個なんですけど、はい、もう一回それつけてで過去にも別のちょっと電圧系のトラブルがあって、はい、電圧計ついてるんですよ。はい、改めてまたヒューズ取り替えて、はい、エンジンかけて、はい、電圧計を見るとアイドリングの時は13から14ぐらい、はい、ただちょっとでも吹かすと、はい、もう15、16ワッと上がっちゃう。これはもう完全にその電気の整流ができてないなっていうようなところで、それでもあとうちまで20キロぐらいあったので、はい、吹かさなきゃいいのかなと思ってアイドリングぐらいでずっと行こうかなと思って、でもう一回やったらやっぱもうちょっと開けた瞬間にもうプスンって切れちゃってスタート切るに多少は回転数上がっちゃいますもんね。結局負荷がかかっちゃうんで
結局もうそれでもうお手上げ状態で、はい、もうヒューズもないし、そうですねもう結局は、レッカー呼んじゃったっていう話なんですけど、恥ずかしい話、ヒューズいっぱい持っててもダメだなっていうことを知ったことと、ヒューズじゃなくて、結局その必要なのはヒューズが切れる原因となるそのレギュレーターとか、あとはコイルかな、よく飛ぶのはその辺はやっぱ予備として持っていくっていうのが、その例えば遠いツーリングとかされる方なんかは、持ってた方がいいのかなっていうなんか僕の浅いハーレー歴の中では、カバンの中にレギュレーターとかコイルの予備を常に持ってツーリングとかに出かける人っていうのは少ない気はするんですよ。だからこそ多分タカさんはそれ持ってたらでも安心だよねっていう話にもちろんなるわけですけど、そうですね、なかなかみんなやっぱ今回のツーリングで飛ぶとは思わず、やっぱ持たない方が多いんじゃないかなとは思うんですよ。荷物にもなりますしね。そうですね、荷物にもなるんですけど、やっぱ電気系統でダメになってしまうと、もうどうしようもないので、電気系統でその、持てるパーツって言ったらやっぱレギュレーターとかコイルぐらいかなと、オルタネーターとかジェネレーターまで持ってっちゃうとそれこそ本当にすごい荷物になっちゃうんで、重いですしね。そうですね今回はじゃあその整流値がおかしかったってことで、レギュレーターの実際交換ですか、をしようとしてます、今ちょっとすみません、予想の話で多分レギュレーターじゃんだろうっていうところで、じゃあ今そのトラブルで止まっちゃった状態で一旦家には帰ってきたまま、レッカーで運んでもらって、ちなみにレギュレーターっていうのはなんか目に見えた形のもの今ありますか？そうですね、空冷のフィンのついた、こういうタイプですね。こういうタイプで、このパターン、これがなんでこの中で発電された電気がだいたい30から35ボルトぐらいだったと思うんですけど、それが交流です。それをまずここに来て、ここで直流に直されて、14から高くても15ぐらいになって、それがこれ今ないですけどバッテリーに行くようになってて、なんでその走行中はここで発電された電気が整流されて、バッテリーに持ってかれて、でそれが点火系であったり、ライトとか透過類に電気使われるんですけど、ここがダメになっちゃうと一気にその大きな電流がバッテリーに流れちゃうと、場合によってはバッテリーが膨れて破裂したりっていう危険があるっていうのがあるので、まずすごい大事なパーツなんですけど、それをバッテリーがダメになっちゃうよりはヒューズが行ってくれ、消耗品で行ってくれっていうことで。そうですね、走ってる時に爆発したり、バッテリーだと火吹いたりっていうこともあり得るので、っていうようなことですね。体験談。体験談です。じゃあこれでレギュレーター交換して直ったとしたら、じゃあこれからドーナツ屋さん行くにもレギュレーター1個持ってきますか？それがちょっと悩ましいところでレギュレーター1個でもなかなかの価格をするんで、ちょっと自分の小遣いだと壊れたやつの代わりと予備一気に2個買うのはちょっとなかなか手が出ないので、しばらくはちょっと1個で買えたし、しばらくはまたパンクしないだろうなってやっぱ思っちゃいますよね。そうですね、どっちにしても。っていうところで、ちょっとへそくりためて余裕ができたら、予備なりをちょっと持ってこうかな、持っとこうかなと。じゃあ一応ここのところのトラブルと、いつもよくあるのは濃いめの設定だとプラグがすすけてっていうことで、すすけるよっていう。じゃあ一応なんかみんなにも、もしタカさんも撮る前に、トラブル他にもあったらみたいなことを、言ってたんで、動画の長さ的にも僕もじゃあちょっと話してもいいですか？じゃあカメラマン交代します。じゃあカメラマン交代で、ちょっと久しぶりにカメラマン駅です。僕も最近起きたちょっとトラブルをタカさんと代わって話してみますね。3つお話しします。じゃあこっち撮ってもらって、ちょっとこのバイクを題材にお話しします。1個目、小さい順にいきますね。1個目はライトです。もうこれもさっきのタカさんのプラグぐらい当たり前に多分バイクではよくあることなんですけど、地元のハーレー仲間の皆さんと5台ぐらいで暗い時間に走っていきました。
でみんなでバイパス乗ってるとこで僕の弾が切れちゃったんで、もう僕のは光らなくなっちゃったんで、これはまずいなっていうことで他のライトを用意することが仲間内で持ってる人がいたんで、明るさがちゃんとあるライトを仮で固定することをみんなでああでもないこうでもない言いながらすることができたんで、まあ危なくないねっていうぐらいの状態でそのまま走行しましたけど、まあやっぱ振動が強いせいなのか、それとも選んでる電球の質とか何が悪いかはいろいろあるかもしれないですけど、振動のせいで弾切れがよく起こるとすれば、やっぱヘッドライトにしてもテールランプも1回ぐらいしか僕はショベルの時代に切れたことないですけど、やっぱそれでもまだ弾変えたばっかりなのになっていうタイミングで飛んだりは正直結構あるんで、なんで僕はそれ以降乗る時にはやっぱ一緒に走る周りにも迷惑かかるんで、ブレーキ踏んでちゃんとテールランプついてるかなっていうのは乗り出す前には大体毎回見てます。でライトも夜走りそうだなっていうことならちゃんとついてるか確認してっていうことでやったりして、幸い今の僕のパンは角の2灯で2つライトつけてるんで、弾で言うんだったら1個飛んでももう1個カメラグイングインしてますけど大丈夫ですか高橋さん、はい、大丈夫です。ただ2個同じ配線で撮ってるんで、根元でいっちゃったら2灯とも消えちゃうんで、そんなリスクもあるなと思いながらですけど、ライトの弾切れが、やっぱりちょっと前に起きてみんなに手伝ってもらいました。2つ目、このスプリンガー取れます？ロングのスプリンガーなんでこれよりずっと長いんですけど、僕のそのスプリンガーの走ってたら左に曲がっていっちゃう症状がスプリンガーに変えてからというか、そのロングスプリンガーであったんで、いつか曲がっていっちゃうのも直さんとなっていうふうに思っていて、いざバラした時にとりあえずこのフロントレッグの付け根じゃないや逆ですね、突先の穴にこのアクセルシャフトがタイヤの芯がブスッと通るわけですけど、その穴のガタ、その穴自体が長穴に伸びてしまってたりして、アクセルが振動によっては遊んでるのかなっていう原因1と、あとここのロッカー、ここがクキクキ動くわけですけど、このロッカーのところのガタが左右4つ合計4つ全部ガタが出ていて、これじゃあ振れ幅があるよなっていう感じで2個目の原因で、3個目がこのフロントレッグが僕のが古いロングスプリンガーなんで、これゆらゆら揺れてた、曲がってたんですよ。でリアレッグも徳ちゃんとか翔吾が見る限りなんか曲がってねってよく言われるんですけど、このフロントレッグがとりあえず細い方がぐねぐね曲がってたんで、ちょっといつか直したいなっていうふうに思ってる中、翔吾が一肌脱いでくれまして、第2工場の方でいろんな道具使ってゆらゆらのパイプをまっすぐピシッと直してくれて、その他原因 1,2 って言ってたのとそのゆらゆら3つ目と全部の原因1日で溶接で埋めたり物を変えたりしながらやり終えて乗ってみたらついにまっすぐ走るようになったんで、どれが主な原因だったか同じ日にやっちゃったんでちょっと分かんないところありますけど、きっと翔吾が一肌脱いでくれたことが大きいんじゃないかなと思ってますけど、その説は翔吾氏ありがとうございましたっていう感じで、フロントレッグまっすぐ走らない問題も割と最近でしたね。で、3つ目がエンジンが今ここ乗ってないですけど、ちょうど乗ってないのでよくわかるんですが、ちょっとフレームはこれとは違うものですが、ここ取れます？ちょっとピント合う合わないあるかもしれないですけど、このメインのフレームにエンジンがここに乗るエンジンマウントされる部分ですけど、この辺ですね、マウント部のすぐ脇、ここにひびがあることを徳ちゃんが突然発見してくれまして、ここのひびに徳ちゃんが急に僕がお店まで僕が乗ってきた時に、徳ちゃんなんか潜ってライトでよく見てくれてんなと思ったら、あいここにクラックあるよって言って、ちょっとほじっていいって言われてマイナスでちょっときれいにしてってくれたら、もうこれ飛んでて、なんで一周クラックが入ってて、完全そのもう要はずれる状態までここが割れてたんで、普通こんなとこ正直これ今スカスカですけどパーツ全部ついてたら見えないんですよ、こんなとこほとんど。なんでそこを突然徳ちゃんがちょっと眺め始めたのが怪しいぞっていう話を
ボスとかはしてるんですけどあれ徳ちゃんがそれ割ったんじゃないみたいな諸説ありでそれは冗談ですけど、それを思ったんで、まあ本当だったらやっぱこうやってフレーム表しにしてでちゃんとこう溶接部を V に掘ってきちっと内側から肉盛りするべきなんですけど、一応僕の車両ですし自己責任でですけど削れるだけエンジン積んだまんま削って少し V にしてで強めの出力でゆっくり溶接をしてだんだん肉持ってよしに今はしちゃってあるんで、まあ本当は原車があればこんななっちゃってますっていうのを見せたかったんですけど、一応そんな感じで溶接をしまして、まあその後何回もバイクには乗ってますけど、一応その簡単な溶接で応急処置でもまあ普通に乗ってる分には別に取れない状態でいってるもんですから、やっぱ溶接って意外と強いなっていうのを。ただずっとそれを結局気にするわけじゃないですか。ここ剥がれてないかなっていうのを、まあなんでこうやって気にして乗ること自体がその玉であったりフロントフォークの曲がりとかどんどん増えてっちゃうんでなんでまあレギュレーターの話もそうですけど自分の中で要はビビってる項目が自分のバイクに増えれば増えるほどなんかその乗ることに対しては億劫になるというかそういうことにつながっちゃうのも嫌なんで、まあ一個一個本当は安心できるぐらいちゃんと直すことが大事なのかなとは思っております。でまあ皆さんもほったらかしにせずにできるだけ一個一個問題の芽を摘んで安心できるハーレーライフになるようにしていったら、あとそのお手伝いがお店としてはできたらなっていうふうには思っておりますじゃあ変わります。じゃあ以上で動画は終わりとなります。締めをお願いします。今回の動画が、参考になれば幸いですので、はい、よろしくお願いします。はい、この動画が、に興味を持ったり面白いなと思った方は、いいねとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。よろしくお願いします。ホールドマックス